あ、ごめんなさい。引きこもり小僧が出てしまいました。ボンジュールエクボッチです。おはようございます。はい、これ今、寝起きすぐで顔がパンパンなので、マッサージしているところです。すっごい眠くてだるいんですけど、まずは洗顔していきたいと思います。そのために髪をくくってヘアバンドつけていきます。ヘアバンドはうさぎです。これタオル生地で肌に優しいから本当におすすめ。私多分肌が油っぽくてテカテカの部分もあるんやけど、乾燥してカサカサポロポロする部分もあるから混合肌やと思うねん。やから朝の洗顔は結構念入りにしっかりと洗っていきます。洗顔フォームはなんかわからんけど買うブランドの潤い洗顔みたいな肌に優しいやつを使ってます。で、化粧水と乳液はイ肌のやつです。薬用って書いてるぐらいやから、本当に敏感肌やったり、肌荒れがひどい私みたいな人は合ってると思う。前は無印の化粧水使ってたりしたんやけど、こっちの方が自分的には合ってたかな。歯磨きしてますね。歯磨きはめんどくさいんだけど、何よりも歯医者が怖いから念入りに磨いてる。虫歯が怖いんじゃなくて、歯医者が恐怖なの。はい。一通り終えて、ここからは朝ごはんタイムです。もうこれメイク動画というかモーニングルーティン動画みたいになっちゃってるんですけど、もうこれ食べ終わったらメイクするんで、しばしお待ちを。今日の朝ごはんはバナナヨーグルトですね。コーンフレークがあるときはコーンフレークも入れてます。朝は早く起きられなくて時間がない時が多いので、何も食べずに家を出る時とかもあるんですけど、それだと力が出ないので頑張って食べてます。正直、休みの日じゃないとこんな優雅にバナナ切ったりできなくて、学校がある日はお母さんが作ってくれるお弁当の残りを口に詰めれるだけ詰めて投稿してます。なのでこれは休みの日の朝ごはんです。めっちゃ綺麗にね、冷凍のブルーベリーまで張り切って乗っけてね、偉いですね。この朝ごはんは正直美味しいんですけど、めちゃくちゃ大好きっていうよりかは、お腹の調子を整えたり、健康面とか栄養のために食べてるって感じです。ダイエットとかはクソくらいなので全くしてないんですけど、はい。朝の貧血とかを防ぐために食べてますね。定番の朝ごはんなのでひたすら無心で食べてますね。はい。食べ終わったかな？はい。完食です。食べ終わってもなんか疲れちゃってますね。あ、で、これはいつも毎朝飲んでるサプリメント？錠剤ですね。私はお腹がしょっちゅう痛くなったり、すぐ便秘になるので、リオフェルミンを欠かさず飲んでます。それと、ビタミンのやつですね。普段野菜とかあんまり食べないんで、一応飲んでます。はい、これは朝ごはん食べ終わってメイクするのがだるくて寝込んでるところですね。寝そべってコロコロしてたら急に分解しちゃったのでやけくそで手でやってました。はい、お待たせしました。今からエクボッチの毎日メイク解説していきます。なんですけど、実はカラコンの紹介部分がなぜか取れてなくてごめんなさい。いつも愛用してるカラコンはチューズミーのベイビーブラウンです。これは本当に自然な感じで裸眼っぽく盛れます。いかにカラコンしてないように見せるかに全力投球してます。はい、今これアイプチをしてるんやけど、とにかくまずメイクの基本はアイプチから始まりますね。私の場合はいつも片方がくっきり二重で片方が重たい奥二重なので、両方を揃えるために奥二重の方をくっきり二重にしてます。長年アイプチを試行錯誤してきた身からすると、ダイソーの伸びるアイテープ絆創膏タイプが一番いいってたどり着いた。これはめっちゃ伸び縮みするので、ビヨーンって引っ張ってグッてすると簡単にできます。アイプチしてるってバレないコツは、アイテープの端をこんな感じで少しハサミで切ることですね。ちょんって。この一手間でアイプチが浮いて見えなくなるけど、こんな感じで下を向いても結構わかりにくくて自然です。次は日焼け止めを塗りたくっていきたいと思うんですけど、私が愛用してるのはアネッサのパーフェクト UV スキンケアジェルです。今日はこのメイク動画のためにメイクしてるだけやから家から一歩も出ないんだけど、一応いつもと全く同じ工程でメイク準備していくよ。私は汗っかきやし肌が茶色くなりやすいっていうか紫外線に弱いので念入りに塗っていきます。
この陣中とか丁寧に塗りたくっていくよ。とにかく時間があるときはしつこく何回も二重三重に塗ってる。目の上とかも眉間とかも焼けやすいのに皮膚が薄いから優しく丁寧に塗ってる。私はアイプチの上に日焼け止め塗っちゃうと白くなっちゃうからその上だけは塗らないように気をつけてます。で、メイク途中に癖みたいにしてる顔のストレッチがあるんやけど、舌を口の中で右に30回、左に30回ってぐるぐる大きく回すねんか。これが意外としんどくて、でもこれをするとむくみも取れるし、二重顎の対策もできるから一回やってみてほしい。はい、ここからいよいよベースメイク、下地を塗っていくんだけど、使っているのは RMK のスムースフィットポアレスベース3番です。これはですね、仮パクです。お姉ちゃんから。はい。いや仮パクか仮パクじゃないかは私のお姉ちゃんが決めることやから、どうか仮パク認定されないことだけを祈ってる。これデパコスなので値段が高いんですね。でも、だからお姉ちゃんと借り物競争をしてるわけじゃなくて、理由があって、私の肌は昔から弱くてすぐ赤くなったり荒れちゃうねんな。だから、なかなか肌にフィットするのがなくて、いろいろ試したんやけど、最終的にお姉ちゃんが、これいいでっておすすめされた RMK の下地が敏感肌にも優しくて合ってるねん。そうそう、私、自分がイエベなのかブルベなのかまだ分かってなくて、ブルベウィンターとかブルベファジーネーブルとか、ほんまにわけわからんくて、ちょっともし私が何べか分かってる方いたらコメントで教えてください。そう、この今耳につけてるゴムについてやねんけど、メイクする前の一番最初に絡まないちびゴムを両耳につけてるんやけど、これをすると血流が良くなってむくみが取れるみたい。でもきついゴムとかでやると耳痛くなっちゃうからよく伸ばしてからしてね。はい、次はコンシーラーを塗っていきます。使うのはディオールのスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーなんですけど、これはおばあちゃんからもらったものなので大事な日しか使わないです。普段はランコムのタンイドルウルトラウェアリキッドコンシーラーを使ってます。見てこれさ、アイテープやねんけど、アイテープしてる人はありとあらゆるところにアイテープの赤ちゃんがついちゃうねん。あかんじゃん。で、私はこれをダイソーの小さいチップでちょんちょんって気になるところ、赤みを隠したいところに薄く塗っていきます。いつもはおでこに塗ることはないんやけど、朝起きたらニキビが誕生してたので応急処置として塗っておきます。夏休みに夜更かししてゲームしてたから目の下のクマがすごくて、で次に小鼻の周りをトントンってしていくんだけど、指やとベタって大量につけてしまったり、小鼻の周りの溝にまでうまく伸ばせなかったりするから、こういうチップを使ってる。この前コメントで青ひげやばすぎだろわらわらみたいなのが来て、もう人の毛に対して濃いとか薄いとかとやかく言うのやめませんか？本当に。もうやめましょうよ。時間がもったいないって私の中の媚び出てきますよ。はい、次は眉毛ですね。使っているのはメイベリンのファッションブロウパウダーインペンシルです。私は地眉毛がしっかりのぶとくある人間なので、地眉毛一本勝負であんまり上から濃く描くようなことはしません。まずは付属のブラシで毛の流れをある程度こんな風に整えていきます。そしたら今ある眉毛たちと同じように薄く一本一本を生やしていく感じで描いていきます。ここでパウダータイプのものを使ってしまうと一気に眉毛全体が抹茶色になってしまってボンってのっぺりした感じになるので、あくまで地眉毛のお友達を少し増やしていくイメージだと自然な眉毛になります。ここで唇の乾燥に気づいたのでリップクリームタイムに突入しました。これはニベアのモイスチャーリップです。これベタつかないから寝る前にも必ず塗ってるよ。ポーチにも絶対いつも入ってる。はい、続いてはアイラインを引いていくんやけど、いかにナチュラルに見せられるかが腕の見せ所ですね。使ってるのはキャンメイクのジェルクリーミータッチライナー02番です。
このまつげが生えてる生え際から延長線上にまっすぐに伸ばして描いていくんですけど、大事なのはまつげの終わりからそのまま斜め下目尻に沿ってスッスーって少しずつ伸ばしていくこと。こんな感じめっちゃ自然じゃない？そしたら次は目を大きく開いてまつげの生え際のとこを埋めていく感じで描いていきます。普通に目の周りにがっつり線を引いちゃうと目の印象が強くなる分かなり描いていることがわかりやすいので、もし学校とかでこのメイクしていく方は本当にゆっくり丁寧に少し埋めるぐらいがベストかな。はい、次は涙袋ですね。涙袋作りは工程が3つあって、まずはじめに使うのはこのセザンヌの角二重アイライナーの影用ブラウンです。涙袋描くときに大事なコツは自分の笑顔になった時にできる涙袋の影の上にそのまま重ねて引くんじゃなくて、若干数ミリ上に線を入れることです。そうすることで実際に対面で友達と会った時にも自然なほんわり涙袋ができます。ぷっくり涙袋じゃなくてほんわり涙袋。で、次にキャンメイクの 3way スリムシェードライナー02番を上から塗ってなじませます。こっちの方がペン先が細いのでさっきのより描きやすいです。はい。で、これまたアイテープの被害者が出てしまいました。てか待って、なんかめっちゃ口開いてるし、自分のメイク中の顔初めて見た。こんな魚みたいに口開けて、女の子ファンに幻滅されちゃう。それだけは嫌や。嫌われたくない。マジで本気出さなきゃ。バンチュール涙袋。はい、お次はノーズシャドウです。これはケイトのデザイニングアイブロウです。いつもこれでノーズシャドウを描いてるんですけど、これしてるかしてないかで、特に画面越しだと鼻の大きさが 1.2 倍ぐらい違うんです。まずは鼻先を小さく見せるためにシャドウを描いていくんやけど、こんな感じで最後は鼻の穴に到達する感じ。見てて。色は真ん中の色を使ってます。次にまた同じ真ん中の色をこう軽くつけて、こんな感じやねんけど、なんかみんなに伝わるように描いたらとんでもなく濃くなってしまった。ちゃうねん。いつもはもっと薄いから、なんかまあぼかしたらいけるっしょって思ってるな、この顔は。時間かけて鼻茶色くした人になってるやん。この指でぼかすときは優しく上下にさっと動かすだけです。はい、気を取り直して鼻のハイライト入れてきます。これはセザンヌのパールグローハイライトの01番です。はい、ハイライトは鼻先に気持ち少しだけ入れる程度で大丈夫です。はい、リップを抜いたらこれが最後の工程です。まつげはこだわりがあるのでマスカラを3本も使います。本当にめんどくさいけどこの工程は欠かせないんですよ。でもこれしたら時間が経っても悲しいことがあってもまつげだけは太陽のある方向に向くんですよ。そしてその絶対に下がらないまつげを作るためにドライヤーパワー。まずはケイトのラッシュマキシマイザーを使います。これはまつげのカーブを長時間持続させる下地ですね。こんな感じで下地なんで真っ白なんですけど、先端にモケモケがいっぱいついてて、これ汗にも強いんで、こうやって最初に軽く全体的に塗ることで上向きのまつげを保つことができます。で、次に使うのがキャンメイククイックラッシュカーラー透明タイプです。これもね、ウォータープルーフで汗に強くてあんまり覚えてないけど、下地の役割もトップコートの役割も兼ね備えてて、すごい優秀やねん。はい、やっとドライヤーの出番が来ました。まずビューラーを持ってきて、まつげを挟むところの付近に温風を10秒から20秒ぐらい当てます。で、じんわり温かいのを確認してから、怖がらずにしっかり根元を挟んで、下に引っ張る感じでまつげの先端まで上げていきます。この時注意なのは、上に上げたいからってビューラーを上に動かすんじゃなくて、下に一回引っ張ってから徐々に上げること。
はい。で、まだあります。最後に使うのは、このコーセーのカールキープマジックです。これは先端だけに塗っていきます。さっき紹介した2つのマスカラは色がついてなくて、時間が経つとまつげの先端が白くなっちゃって、あれなんかゴミがついてるっていう現象が起こっちゃうんですよ。なんで最後にこのブラックのマスカラを先端に塗ることで、しっかりとしてるけどさりげないまつげになるんですよ。こんな感じでドライヤーで温めては上げて、温めては上げての繰り返しでまつげの位置を調整しています。最近はあんまりまつげを上げないスタイルも流行ってたりしてるけど、私はやっぱり今もガンガン上げていっちゃいます。どっちも可愛いけどな。はい、これでようやくまつげの完成です。伝わるかな？目力がさ、まつげが綺麗に上がってるだけでめっちゃ印象変わるねん。はい、仕上げにリップ2色塗っていきたいと思います。さっきニベアのリップ塗って保湿したので、このケイトのリップモンスター03番かげろうを塗っていきます。これはベースなんですけど、ほんのり血色が良くなるので、自然な感じで愛用してます。パッパってして必ずティッシュオフすること、これが重要です。で、その上からセザンヌのウォータリーティントリップマット M2 のウォームルレンジを塗ります。これは色がはっきりしているので、下唇だけに塗ってパッパッします。そしてこれもしっかりとティッシュオフします。そうすることでより長持ちします。はい。最後にもう一度かげろうを薄く塗って、はい。こんな感じでメイク完成です。これでいつものエクボッチになれました。最後に髪の毛と服をゆるく整えて、ちょっと夏休みで家にいるからめんどくさくて前髪を切らへんくて伸びちゃったからいつものセットをできんかったんよ。ほんまごめん。やからストレートのヘアアイロンで3つに分けて適当に。はい、できました。こんな感じでみんなの役に立てたかな？また要望あったらこういうゆるいメイク動画とか前髪セット動画出していきたいな。ではでは。